ロボテックの真鍋です。今回はですね、このトモロボ、2020年の1月から販売させていただきまして、今全国で多くの実績を積み上げております。そんな中でですね、現場に行くたび、そして我々が実験で使ってみるたびですね、問題点とかですね、改善点っていうのをずっと見つけてまいりました。また現場の方々、ゼネコンもしくは鉄筋屋さん、いろんな方々がですね、たくさんの意見いただいて、その持って帰った意見を我々ケンロボテックの方でしっかりと改良研究を行ってきた、その結果としてですね、この度トモロボを自由にですね、簡単にスライドさせることができるトモロボスライダーと、簡単に移動させることができるトモロボ専用台車というのを混ぜてですね、この使い方を皆さんに知っていただきたいというふうに考えてこの動画を作ることにしました。よりトモロボがですね、皆様の力になる、そしてこの建設業界の力になるっていうふうになっていければというふうに考えております。トモロボをですね、現場に運んだあと、これからですね、車で積んできたロボットを現場に下ろすという作業の説明をします。まずですね、このトモロボなんですけども、こういうふうに軽自動車の荷台に簡単に乗るような幅大きさです。でこれをですね、車から下ろすとかあるんですが、ぜひですね、皆さん2人以上での運搬をお願いしたいと思います。この取っ手とここにバンパーセンサーがあります。このバンパーセンサーを両方持っていただくような形で運搬してください。こうですね。そして下ろします。これで、荷下ろしが完了です。それではですね、車から下ろした後どうするかというんですが、トモロボを鉄筋の作業をやってるところまで運ぶのに2パターンあります。で、この2パターンのうちの1つは手で運搬すると。でもう1つはですね、専用の台車もしくは皆様がお持ちの台車を使って運搬するという2パターンがあります。それではですね、まず手での運搬の方を説明したいと思います。まずですね、ここに取っ手があってバンパーがあります。先ほど車から下ろした時にやった方法です。これで今回はバンパー使いません。この上の取っ手だけですね、これを持って動きます。先ほどはですね、手で運んだ方法でしたが、次はですね、トモロボの専用カートもしくは市販の皆様のお手持ちのカートを使っての運搬を説明したいと思います。まずですね、我々ケンロボテックとしてはトモロボが安全に運べるように専用カートを開発しております。これがですね、トモロボ専用の運搬カートでして、横にですね、ずれる防止のレールがついてまして、ここにですね、前にロボットが落ちないようなストッパーがついてます。それではですね、このカートに乗せたいと思います。取っ手を持っていただいてロボットを奥にきっちり合わせていただいて置くだけです。これでですね、こういうふうに揺すっても落ちることがない、固定する必要がないというものになります。それでは運んでください。こういうふうに一人で簡単に運ぶことができます。はい、それではですね、場内のロボットの運搬について注意事項を説明したいと思います。先ほどからですね、車を降りる際だったり手運搬の際だったりで注意をお願いしていますが、まずですね、持つところっていうのがこの取っ手の部分と下のバンパーセンサー、これ側の下側ですね、この中央部分を持っていただくようにお願いしたいと思います。ちょっと端の方はですね、ちょっと鋭利な部分がありますので怪我をする可能性がありますので、ぜひ中央部分とこの取っ手を持つようにしてください。その他のとこを持っちゃいますとちょっと壊れてしまう可能性がありますので、必ず運搬時はこの2箇所のみで運搬をお願いします。それでですね、このロボット幅が65センチあります。足場とかですね、狭い部分になりますと角部分が当たったりして壊れる可能性がありますので、仮設足場での運搬はやめてください。それともう一つ、2階以上の上に養獣する場合
クレーンなどで上げる際ですね、その場合はですね、この取っ手部分、これが実は養生ができるような釣り部分になっておりますので、ベルトスリングもしくは玉掛けワイヤーでの養生をお願いできればと思います。トモロボを動かす前にこのマックス社のツインタイヤのチェック、それとですねさまざまな作業がありますので、その説明をしたいと思います。まず誤作動による怪我の防止のためにスイッチがオフになっていることを確認してください。そしてですね、まず最初にバッテリーインジケーターですね、これを確認していただいて、満タンになっていることを確認してください。よろしいですか。で、この満タンになっていることを確認していただいた後、セットいたします。そして次にこのアダプターですね、このトモロボを動かすために必要な専用のアダプターがありますので、これをセットしていきます。まずですね、このマックスのツインタイヤにはこういうふうなビスみたいなのがついてまして、それとですね穴が同じ位置にあります。これを合わせるようにしていきます。まず先端から合わせます。先端から合わせていただいて、こういうふうに叩き込めば固定ができます。次に下側はこういうふうに差し込むだけです。そしてですね、作業中に脱落しないようにこういうゴム製のオーリングがついてますので、これをこういう溝に上下はめていきます。下から入れていただくとかなり楽に作業ができると思います。これで引っ張って滑らせて上の溝に入れると。でその後ですね、このオーリングはこういうふうに今入ってますね。ここ作業体なんですけど、ここに入っちゃうとちょっと誤作動を起こす可能性がありますので、これを外側に回してこの作業領域にないようにだけ確認してください。その後ですね、ここからかなり重要なんですけども、このトモロボですね、結束数をカウントしております。なのでですね、この中にあるカートリッジ、これがですね中途半端な量になってしまいますと、このトモロボのカウンターとこのカートリッジの量が、ずれてきますので、まず作業前にいくらちょっともったいないんですけども、これ後で人で使ってもらえれば使えますんで、これをですね一回外していただいて、そしてですね新しいカートリッジを使っていただくようにしてください。それではですね、新しいカートリッジをここに取り付けていきます。そしてスイッチ1回入れていただいて、スタンバイが OK な状態を確認していただいて、一度スイッチを切って、これで用意は完了です。はい、それではですね、台車からトモロボを下ろしまして、まず鉄筋の上に乗せる前に作業を行います。現場のですね、鉄筋の作業する領域にトモロボを近くまで持ってきました。でここからですね、鉄筋に乗せるまでに一度作業があります。まずですね、このロボット鉄筋の幅に合わせてこういうふうに幅が変わるんですが、ここにストッパーがありまして、これをこういうふうに持ち上げるだけで自由に動くようになります。でここにですね、幅を決めるこの印が入ってまして、15センチから30センチまで25ミリピッチで、この合わせることができます。で今回ですね、モックアップを用意しておりますが、これはピッチ150ミリですので150ミリにまず合わせます。カチャッというまで入れてください。これで固定が完了しました。それではですね、鉄筋の上に乗せたいと思います。まずですね、
先ほど鉄筋の上にトモロボを乗せましたが、まずこのバンパーセンサーのですね真ん中に赤い矢印がありまして、これに合わせてこのロボットが作業する3本の鉄筋の真ん中に乗せてしまいます。これがまず最初です。で、先ほどですねピッチに合わせて説明幅を調整したと思うんですけども、ここにですね取っ手がありますんで、ここをちょっと持ち上げていただいて車輪を乗せていただきます。これ今乗った状態で、乗ってるか乗ってないかはですねこのカートリッジのケースをのけていただくと覗いて確認できるようになってますので、覗いて確認してみてください。そうやって反対側もやります。これで乗った状態です。で、この作業はですね運ぶ時は2人で作業してほしいんですが、この乗せる作業レールを乗せる作業はですね1人でやっていただくようにしてください。両方でこういうふうにいっぺんに持ち上げますと両方ずれちゃって芯がずれてしまってですね作業がなかなか難しくなってしまいますので、1つずつ1人でやっていただくようにお願いします。そしてこのロボットがしっかりと鉄筋の上に乗りましたと。そしたらですねまず電源を入れていくんですが、その前にこの非常停止ボタンがしっかり押されていることを確認してください。で、この押された上で専用のキーがありますんで、このキーを差し込んで電源が入っている方に回します。そうすると黄色いランプ赤いランプになりますので、まず非常停止ボタンを解除してください。そしたらですね赤いランプに変わります。で、実はですねこのロボットもう一回スイッチ切りますが、スイッチを切った状態ですとこの結束機を持つアームがですねこういうふうに下がってしまう時があるんですね。で、これをまず一回上げてしまってから、次の作業に入る必要がありますので、先ほどのように非常停止ボタンを確認していただいた後スイッチを入れます。キーを回して、そして非常停止ボタンを解除した後、こういう青い点滅になってますが一度スタートボタンを押してください。そしたらこっちが上がりますのでこういうふうにですね、そしたら速い点滅がゆっくりな点滅に変わりました。これでスタンバイが完了となります。赤の点灯を確認してください。はい、車輪がですねきっちりと鉄筋の上に乗っていることを確認して、結束機をつけるこのアームの部分が上がったことを確認してください。そうすればですね、この非常停止ボタンを一度押していただきます。全ての作業に、区切りをつけるように非常停止ボタンを押してください。誤作動による怪我を防ぐためなのでよろしくお願いしたいと思います。次にですねこの中に同封されていますバンパーセンサー用のチューブ、これを取り付けていきます。前後左右ありますので、まずこちら側のこの突起部分に差し込んでいきます。そして後ろ側ですね、後ろ側にもありますので差し込みます。で、これでですねこれから結束機を取り付けていくわけですが、非常停止ボタンは押したままでお願いしたいと思います。まずですねここオンとオフっていうこう回るようになってまして、オフを回すとこういうふうにフリーになってオンにすると固定されます。まずオフにしていただいて、先ほどの作業でこのアダプターをつけた結束機ですね、スイッチがオフになっていることを確認していただいて取り付けていきます。で、取り付ける際にこのトリガーの部分に黒いゴムがついている棒ですね、この部分、これがトリガーに当たるようにセットしてください。そして蓋を閉めていただいてオンに回します。で、固定ができていることを確認してください。トモロボのですねレーンチェンジを簡単にする道具です。これを使っていただくとより便利にロボットを使っていただくことができます。まずですねこれをキッチに合わせて調整する必要がありまして、まずですねここに2つネジがありまして4つ合計あります。これをですね10円玉使って緩めていきます。ない時は100円玉でも大丈夫です。1円玉でも大丈夫です。
である程度緩めると手で緩まりますので外していただいて、こちらも同様にやります。そうするとですね、このレールが外れるので、これをですねピッチに合わせてずらしていくということになります。でですね、ここにこのバーのところに15、20、25、30というメモリがあるんですけども、これが15センチピッチですね。で次が17センチ5ミリピッチで20センチピッチ、22センチ5ミリピッチ、25センチピッチというふうになってますので、それの穴に合わせてこういうふうに合わせていただいて、でネジを入れ込んでいただきます。で軽くまず締めていただいて、作業中に外れないように先ほどの10円玉でこういうふうにキュッと締めていただきます。であまりですね、きつく締めすぎないようにお願いします。また緩める際にまた大変ですし、そんなに強く締めてもあんまり意味ないので、大体で大丈夫です。これ動かない程度で大丈夫だと思います。で同様な作業をこちら側のレーンもやっていただくと。で、注意していただきたいのはこの中央のレール、これには一切手を加えないでいただきたいというふうに思います。これがですね実はかなり重要なレールですので、これは一切触らないようにだけお願いいたします。はい、トモロボスライダーの設置の説明をしたいと思います。このトモロボスライダーなんですけども、実は鉄筋の上を走るわけではなくてですね、こういう市販のワイヤーメッシュを利用して、レールにしている鉄筋の直行方向を、しっかりと通るという走行方法をとっております。これはですね市販のワイヤーメッシュ6ミリのですね丸鋼でできているワイヤーメッシュのピッチ100のワイヤーメッシュです。これどこでも売ってるもんなんですが、大きさとしてはだいたい 1m×2m もしくは 2m×4m で売ってます。なので 1m×2m をそのまま使っていただくか、2m×4m を半分に切っていただいてとか、これだったら今2mぐらいあるんですけども、その長さに切っていただいて使っていただくというのがいいと思います。それでですね、このワイヤーメッシュをこの鉄筋の上に設置するんですけども、この設置する部分はですね事前に結束をしておいてください。結束をしてないとですねかなりずれたりいろいろしてですね、このトモロボスライダーに乗る際に脱線する可能性が高いということが分かってきました。なのでですね、ここから端から 1m の領域は、申し訳ございませんが最初に結束をしていただきたいというふうに思います。そしたらこのワイヤーメッシュ設置したいと思います。はい、こういうふうに設置をするんですが、できればですねなるべく鉄筋に沿うように置いていただきたいと思います。でトモロボが上がってくる際ですね、スライダーと一緒にこう横にずれてしまう時がありますので、いくつか結束をしていただくかですね、私どもはこういう風なスペーサーを溶接してずれ止めにしておりますので、そういうような工夫も必要かなというふうに思います。それでですね、スライダーをこのワイヤーメッシュに合わせて置いていきます。そしてこの天気になっているレール、トモロボが乗るレールなんですが、基本的に触らない状態ですと鉄筋の方に落ちてしまいますので、まずこちらを押さえていただいて、こちらを浮いているのを確認して、ちゃんと走るかどうかだけ確認してください。そして今走っているレールにまず合わせて手を離します。これで準備が完了です。これからですね、このトモロボの操作を説明して、実際動かしていきたいと思います。まずですね、非常停止ボタンを解除してください。そうするとですね、ゆっくりの青い点滅に変わります。そして、どちらに移動するか
を決めていただきます。向こうに移動するようになりますので、向こう側にレバーを倒していただいて、まず片道でお願いしたいと思います。そして全結束なのか千鳥結束なのかっていうのを選んでいくようになりますが、皆様にお気をつけいただきたいのが、この送りとか前結とか千鳥とかの間にですね、すごい赤くなる部分がありまして、ここに止めると赤い点滅になって全く動かなくなります。なのでしっかりと青く点滅に変わる矢印を合わせて設定してください。それでは千鳥結束で今回はやっていきます。千鳥結束を合わせました、走る方向を合わせました。で青色にちゃんと点滅しています。これでスタンバイが OK です。最後にこのトモロボを動かす前に、先ほど結束機のですね、カートリッジの時に説明しましたが、このトモロボにはですね、いくら結束しましたかっていう数えてるカウンターがあります。これとこの結束機のついてるカートリッジですね、これの量をしっかりと合わせるためにまずリセットする必要があります。まず非常停止ボタンを押していただいて、こちら側の結束機についてはこちら側のリセットボタン、これをですね長押ししていただきます。はい、そうすると黄色いボタンに一瞬変わりました。これでこちら側のカウンターは0になってます。そして次こちら側のカウンターですね、これをリセットします。反対側についているリセットボタンを長押ししてください。はい、そうすると黄色いボタンに変わりましたので、これで両方のカウンターはリセットになりました。あとですね、結束機には先ほど確認しましたがバッテリーがついておりますので、このバッテリー量もカウンターで管理しております。これもですねリセットする必要がありまして、これ非常停止ボタン押してるとか押してないとか関係ないんですけども、両方のリセットボタンを同時押しで、これで黄色に変わりました。これでですねカウンターがリセットされたと、全てのカウンターがまずリセットされたという状況になります。そこでですね走り始めると作業量をきっちりとロボットが管理しますので、ある程度もうあんまり残ってない状態で弾を交換するよっていう、今さっきの黄色いランプに変わるというお知らせが使えるようになります。それではですね、実際千鳥結束で向こう側に動くと、そして片道確認していただいて、次に結束機のスイッチを入れていただきます。右左両方入れたこと、そしてランプがついていることを確認してください。そして、我々としてはですね、この結束機のダイヤルですね、4ぐらいでどうだろうかという提案をさせていただいております。それでは進めていきます。スタートボタンを押すだけです。でこういうふうにですね、最初に見つけた交点から、千鳥結束とかを始めていきます。なので、後ほど説明しますが、千鳥結束の場合、行ってくる時と帰る時のスタートの交点が違いますので、その辺りをですねきっちり管理できるような方法も我々考えております。今、トモロボが接続しながらカントリーに向かって走ってます。そしてですね、今回、トモロボのスライダーを使うわけですけども、今、走っているレールの上にスライダーが合ってると思います。でこれをですね、他のメーカーなどが、他の作業をしているとか、次の段取りをしているとか、そういうふうな、このロボットの準備をしているとか、そういうふうなものに使っていただいて、でこのスライダーに乗ったらですね、自動で止まります。そしたらですね、止まっていることを確認していただいて、スライダーにはですね、こういう取っ手がありまして、この取っ手を使って動かしてもらいます。こういうふうにですね、簡単に一人でスライドできるようになります。そして後ろに立ってもらって、次のレールになる鉄筋にちゃんとスライダーのレールが合ってるかどうか確認してください。そして一旦非常停止を押して反対方向に向かわせます。で、非常停止解除して押すだけです。これでですね、簡単に一人でレーンチェンジができるようになります。
これによって何が実現するかと言いますと、ロボット数台を1人が完全に、面倒見ることができるようになります。慣れてくると1人で3台ぐらいは面倒見れるようになってくるというふうに考えまして、本当に効率よく我々も研究していますが、使い方を研究すれば4台は可能ではないかというふうに考えております。今、自撮り結束で結束をしてます。こういうように結束箇所、結束箇所、飛んでる箇所、これ自撮りですね。そしたらですね、次、レーンチェンジ終わった後に、ここを結束させたいわけです。で、先ほど説明ありましたが、まず最初に結束点を感知した鉄筋から自撮り結束を始めます。なので、今ここにスライダーにゴムがついてると思うんですが、これはですね、感知防止でして、このレールの上に乗ってる時は全く感知をしない状態です。なので、このゴムから外れた瞬間から、このトモロボは鉄筋を感知し始めます。まず1点目がここになります。なので、まずトモロボはここを結束するということになります。そうすると、ここを結束して、ここを結束すると、ここも結束してしまいますので、紐結束になってしまって、自撮り結束と呼べない状況を作ってしまいます。ですので、ここを感知させないということが大事になります。で、我々が今、これ試作品ですけども、こういうようなものを開発してまして、これをかぶせることで、鉄筋感知をさせないという道具です。これをですね、まず鉄筋感知は真ん中のこのゴムがついているレーンだけでやってますので、そのゴムがついているレーンにかぶせてしまいます。これでトモロボは結束しませんので、これを乗って次最初の感知がこれです。継続します。これで千鳥になるというふうになります。それではですね、ちょっとやってみたいと思います。今スライダーから降りてきましたが、先ほどカバーをかぶせたもの、ここを感知はしません。そして第1点目をで一人結束ですので、1つ飛ばして結束します。そしたら先ほど申し上げた結束をさせたいという場所に落ちるというふうに思います。このロボットはですね、結束点を感知する機能はついてませんので、ちょっと面倒くさいかもしれませんが、慣れてくればその難しい作業ではありません。これでかぶせて、結束を伸ばすだけで、自撮りができるようになります。はい、トモロボですが、安全のために、3つのセンサーがついています。まずですね、1個目がこのチューブがついているバンパーセンサー、そしてこの下側にですね、黒い部分があるんですけども、これも実はセンサーです。あとですね、鉄筋の端部を感知するセンサー、この3つが安全のためについております。まず説明していきますと、この下部のセンサーですね、これバー型のセンサーなんですけども、ちょっと触ると赤く点滅して、これ非常停止状態になります。で、一度解除します。そしてここでだけですと、この辺りに何か障害物があった場合、感知することができない。それとですね、ここに当たってしまうと体に本体の一部が当たってますので、あまり良くないということで、安全性を高めるためにこういうふうな触覚のようなセンサーを考えました。で、まずちょっと私が横に立って動いてみます。まず当たる前に止まりますんで、そこだけ確認してください。バンパー曲がると止まります。で、作業中に揺れてもですね、感知することはないんです。ゆっくり当たると感知しますという素晴らしいセンサーです。これが両面についてますので、安全性を担保することができます。それともう1点、鉄筋の端部に来た場合、自動で停止するセンサーがついてます。はい、端部になると赤い点滅に変わって止まりました。このセンサーを利用しているのがトモロボスライダーであり、こういう安全の対策、これ両方を担っているセンサーです。
トモロボの作業が、全て完了した後、これを片付けることになるんですが、まず片付けの順番を説明したいと思います。まずですね、非常停止ボタンを押してください。そして結束機のスイッチを切っていただくようになります。でまずはですね、結束機を取り外していきましょう。先ほど取り付けた方法と反対のことをやれば、取り外すことができます。こちら側もですね、取り外していきます。で、結束機をつけたまま運んだらいいじゃんという意見もあるんですけども、ちょっとでも軽くするために最初にのけていただく、外していただくことが大事かなというふうに考えてます。それとですね、次にバンパーセンサー、これを外してください。でこれ持ったままやるとかなり邪魔なのと、あとこのチューブの変形が考えられますので、まずこれは運搬車全て外すようにお願いします。簡単に外れてしまいます。でそれでやっと下ろすということなんですが、もうスイッチ、電源は必要ありませんので電源を落としてください。そして鍵を抜いてくださいね。鍵なくしちゃうと次使う時困るんで、鍵は抜いてください。じゃあそれでは下ろしていきます。この場合はですね、乗せる時と同じで2人以上で持って下ろします。はい、今回はですね150という一番狭いところでやってるのでこの作業はないんですが、じゃあ200ピッチで作業した後、これをですねミニマムに全て戻してください。そうするとですね、機械への負担も減りますし、運搬とかですね、あと車の中でかさばらないという意味でもミニマムで、運搬をお願いしたいと思います。